こんにちは。よろしくお願いいたします。そうですね。雨は大丈夫だったんですけど、結構今日風が強くて、で横からこうブワーってきたんで、この髪の毛がぐちゃぐちゃになっちゃったなっていうのが大変でしたかね。でもなんかこうついてみて不安だったんですけど、なんか鏡見てみたら意外とこのボサボサ感いいかもなと思ったんで、このまま今撮影してもらってます。そうですね。基本自分でもう自宅でやってきちゃってて、でレッドオルカの MV 撮影とか、ワンマンライブの時とかはヘアメイクさん呼んでやっていただいたりとかしてます。そうですね。基本自分で用意してて、でも、最近はですね、ちょっと見てもらいたいんですけど、この翔太檜山さんっていう僕の、コーデュロイのジャケ緑のジャケットとか作ってくださってる方にまた新作を作っていただいて、こういう可愛いですよね。これボタンとかいい感じで去年の秋くらいから着てて、今日はこれを着てきました。中はこれグラムっていうブランドの上下を着てきました。そうっすね。なんかこう、音楽やるときにこのパジャマとかでも全然いいと思うんですけど、やっぱりこうちゃんと自分の好きな服、かっこいい服とかを衣装っぽいのを着ると、このテンションがすごく上がるっていうか、パッションが出るっていう感じがして、この練習のクオリティがすごく上がったりだとか、こうよりなんかステージにいつでも立ってる感があって好きですね。なんでこうかっこいい服はいつも着たいなって思ってます。そうなんですよ。今日はねちょっとこれ見てほしいんですけど、もう7年来くらいの大好きな僕の相棒と最近ねすごいお気に入りのこちら手話のマイクを持ってまいりました。座っちゃおうかな。一緒これ絵がいいですね。めちゃめちゃかっちょいいですね。この部屋素晴らしいな。ちょっと後でこれ写真撮ってくださいね。よいしょ。はい、これですね、このギター、マーチンのアコギなんですけど、ちょっと多分皆さん見たことない形だと思うんですよね。これなんとですね、マーチンの中でも世界30本しかないギターでこのクワトロ O04 つついてるんですよね。これのクワトロ O の 28H というアコギでして、これ出会ったのは20歳の時ですかね。20歳の時にやっぱちょっといいアコギが欲しいなと思って、今の僕のメインの63年のギターとか、スリップっていうストラトキャスターとかを手に入れたギタートライブさんに初めはもっと違うマーチンを買いに行こうとしてたんですよね。でその目当てのやつを見に行ったら、これがオーナーがなんかこんな感じで抱えて持ってて、なんかまず僕オーナーが好きすぎるっていうのもあって、なんかかっこいいってなっちゃって、なんすかそのアコギみたいな。でもう見た目も強烈だし、このインレインの感じもすごくかっこいいし、でその鳴ってた音も素晴らしくて、でしかもその当初狙ってたマーチンのアコギの半額だったんですよ。だったからちょっともうこれは即決ですって言ってもうすぐ手に入れましたね。で最近これ、30本しかないので、希少じゃないですか。でこの音でしかやっぱ出ない音があるんで、もう1本欲しいなと思って、ちょっといろいろネットとか探ってたら、なんだっけな、3本目のやつを見つけたんですよ。作られてだったんですけど、当時買った時は全然安かったんですけど、ただの中古でだったのがもう今これ100万を超えててああ、なんであの時買っとかなかったんだろうなってちょっと後悔してる一本でもありますね。大切に使っていこうと思ってます。
そうですね、このギターではもう特に僕ヘッドですかね。ちょっと音はもちろんなんですけど、ちょっと見た目の話になってしまうんですけど、ここのヘッドのなんかここ金色の部分、ここになんかわかんないんですけど、ここメダルが入ってて、もう単純にこれがかっこよすぎて、そうですね、なんかこうさっきの服装の話とも一緒なんですけど、この見た目がもう超絶かっこいいと、やっぱそこにもすごくテンションが入ってくるっていうか、こういい音でもういいプレイをできる気がしてしか来ないみたいなってなるので、そういう面でもすごく気に入ってますね。そうですね、このアコギ最近ちょっと変わった部分とかで言うとなんですけど、この弦のとこなんですけど、今まではねこの、あんまコーティング弦とかが好きじゃなくて、この普通の一番スタンダードなやつとかを貼らさせていただいてたんですけど、でメーカーはあれですね、今ダダリオさんと演奏組まさせてもらってて、なんでダダリオの、その一番スタンダードなを使ってて、エレキとかねアコギも全部それかな。なんか結構こもった音が好きだったりとか、このくすんだ音が好きだったりと、あとこのコーティングがあると音はずっと綺麗に保ってくれるんですけど、このやっぱ弾き心地が今まであんまどうしても気に入らなくて、なんか弾き込んだ弦の良さっていうのも結構あるかなとは思ってたんですけど、この間紹介していただいてそこから愛用しているのが、XS シリーズっていうんですかね、白いパッケージの1253ゲージを今貼らさせてもらってますね。これね全然すっごい自然で、しかもこの一番欲しいきらびやかな部分、あとねこの開放弦弾いた時になんか録音以上がめっちゃ鳴ってくれるんですよね。弾いた後に原音はどんどん衰退していくんですけど、どんどんそれにつれて倍音が逆に音量上がってきてて、ちょっとやってみると、倍音だけめっちゃ残るんですよね。とかがすごいお気に入りのアコギかつ、今弦ですね。特にやっぱなんかこうなんだろう、アコギとかってもうこれだけじゃないですか。なんかエレアコとかにもできますけど、どうしてももうこれだけで勝負っていうことになるんで、弦もやっぱこだわらないといけないなっていうのは最近すごく感じてますかね。っていうと一番今これが僕の中では最強セットなのかなって思ってます。そうですね、あと、今日はこう聞いてもらいたいなと思うのが、この、冒頭でもお話した通り、今日はこのアコギとちょっとね最近気に入ってるこのマイクについてお話しさせていただきたくて、でこのマイクはなんかねこの初めね紹介していただいたんですけど、なんだろう、こう僕この形のマイクとこのよく見るけど、なんかどちらかというとこう配信とかやってる方とか、こうラジオだとかでなんかこう吊り下がってるイメージとかがずっとあって、からなんか歌みたいなずっとなってたんですよ。けどこう紹介していただいた方からマイケル・ジャクソンとかがこうレコーディングとかで使ったっていうお話を聞いたりだとか、であと僕やっぱミクスチャーとかこうラップとかすげえ好きなんですけど、そのレッドホットチリペッパーレッチリとかもアンソニーがこのレコーディングで歌で使ったっていうのをお聞きして、でそこから結構この印象が変わってめっちゃ興味を持ち始めて、そう使ってみて、でそう家で早速お借りしてからデモとか作ってみたんですけど、めっちゃびっくりしたのが、この僕結構この低音、声が低音なんで他のマイクとかだとこのなんだろう、低音はちゃんと取れるけどもハイがバランス悪くて全然こう抜けないだとか、なんかこう何を発音してるんだろうみたいなとかになっちゃうんですけど、これはねちゃんと低音が取れるしツヤ感があって取れて、かつねこの全体のバランスもいいんで、リアルななんか目の前で喋ってるみたいなくらいでバリで撮れるんで、そこがすごいまず気に入ってますかね。でなんかそこからちょっと他も試してみようと思ってアコギも使ってみて、じゃあアコギで使ったら使ったで、それこそそうなんか部屋なりエア感とかも全部ちゃんと取ってくれて、でこのホールの中のねなんか空気感の感じとかもすごく綺麗に取ってくれるから、この
撮り終わったやつを聞いた時にマジで目の前で弾いてんじゃないかなみたいな音がすげえ取れるのが印象的でめっちゃ気に入ってて、でかつなんか最近からなんかもうこれ何でも使えるなと思ってきて、SNS で動画投稿とか結構やってるんですけど、その時アンプの前にこれを置いてちょっといい感じにしてみて撮ってみたりとかしてもめちゃめちゃいい音で撮れて、だから何でも使えるなっていう印象が今すごくありますね。でかつそうなんかこう綺麗な音を撮るのがからすごく得意なのかなと思ってたんですけど、僕ねご存知の方はご存知かもしれないですけど、このエレキの時とかめっちゃ爆音だしめっちゃ歪ますしみたいな感じじゃないですか。それとかもねちゃんとこの手元のニュアンス感まで分かるくらいアンプで撮れるなと思ってて、臨場感があって、だからなんかすっごい汎用性が高いっていうか、何でも使えるしプロでもいけるしもう誰でも使えるし、しかもすごい簡単だし、だからなんかねちょっと今日めちゃめちゃ気に入りすぎて、持ってこさせていただきました。であとでちょっとこのかっけえ空間でこの2つ使って演奏してみたいなと思って、持ってきましたね。